はい、それでは今日はこれです。ついにアポロン、マスクメロン、マスクメロン栽培、それを収穫したいと思います。今日で最後です。今日は、3月の6日、交配を1月2日にやったので、アポロン64日鳴らしました。で、木もだいぶ色が抜けてきて、もう仕上げ。こう、ざーっとちょっと取ってみてください。そこそこいいメロンになった。で、最後にちゃんと伸びてきて。まあ、ちなみに、これ、よくできたんだけど、他のうちのマスクメロンの方はもう全部もぎ終わってます。だから実持ちがいいし、結構ねしっかりしてたから、ちょっと最後までならせてみたっていうか、きっちりとならしてみた。ほんで試しもぎの時はもう1週間前になるんだけど、あの時に 14.9 とか 15.1 とか、まあ15ぐらいの糖度だったやつが今度はどうなるか。で、ほぼ1月2日3日の交配でもう全部決まってるので、もう暖房の都合もあって今日全部もいじゃおうと思います。で最後脇芽とかそのまんまにしてたら、こう結構メロンがいっぱいついてる。こっちに栄養取られてるね。でもこれ栄養取られたとしても、これ 1.5 ぐらいのそこそこいい玉になってるよ。悪くない。じゃあカッティングしていこうと思います。ああ、ここにもなってる。でね、多分ね、発酵とかそこまでもいってないはず。音も悪くないし、色も回ってない。色は回らねえっつってたからな。なかなかいいメロン。これはいいぜ。で、切っていきたいと思います。そしたら後で味見をします。はい、それでは今日はこれです。アールスアポロンの試食をしていきたいと思います。糖度測定と、あとうちのその一緒に育ててたマスクメロンもある。まずはこのアールスアポロン、結構ネットも持ってちょっと粗めだけど、まあまあこっちの方がいいメロンかな、見た目的には。一応ちょっとあれか、静止画で写真撮ってみるか。写真撮って写真で差し込んでみるか。よし、これで今うまく差し込めれば静止画の写真で差し込んでみたいと思います。で、こっちはこうで、これを重さ 1.6。大きさ的にはね、全部小さいのもちょっとあったんだけど、まあ小さいのでもこの程度なんだよな。1.3。まあ 1.3 あるからだいたい 7.8 か6個で。まあで、試食希望の方はほぼ送りましたが、一人だけ住所が来てません。だからまだ送ってません。送ってくれるとすぐ送ります。で、これを切っていきたいと思います。あ、そうだ、これね、65日鳴らしといた、結局。このマスクメロン栽培やって65日もメロン鳴らしとくことってあまりなかった。こっちは55日で収穫しました。だからもう結構熟度も来てる。
結局、3月の6日頃収穫したんで、だいたい65日かかった。でも、試しもぎとかしてもまだしっかりしてたから、65日慣らしとけるなっていうのがあって、やってみた。じゃあ、いきます。せーの、オープン。ほら、綺麗。やっぱり、うるみとかが入ってない。多分ね、まあ、ブリーダーも言ってたんだけど、身持ちもしっかりしたメロンですって言ってたので、食べ頃までは多分切ってから1週間かかるんじゃないかなっていうことだったので、1週間以上っていうことだったから、さあ、どこ行くか。ここいら行ってみっか。真ん中らへん。糖度測定。いきます。ダン。16.9。お、まあまあだな。ほぼ17度。16.9。他のも切らない。16.9 か。まあ、でも17度行きがアールスで17度。結構でもね、このアポロンは、糖度、ブリックスっていうブリックス糖度っていうのが、やっぱり出やすい品種だっていうようなことも聞いてるので、もうちょっと回ってもいいのかなとは思ったんですけど、それでは食べてみたいと思います。うん、うまい。うまいけど、やっぱりちょっと身がしっかりしすぎているというか、結構しっかりしてるな、身が。だからこれは、もうちょっと追熟をさせて、あと、この感じだと、あと、4日から5日。もうちょっとかかるな。もうちょっとそれぐらい追熟させてから、食べた方がいいのかもしれない。うちのマスクメロン、これはもう、なんだ。一番遅いやつを、これ55日でもいいなんだけど、一番遅いやつで、3月の3日か4日に55日でもいいだから、今日11日なので、食べ頃が1週間、追熟が1週間から8日かかってやりました。まず重さを。1.66。まあ、いい感じで、ちょっと大きいぐらい。他にもちょっと小さいのもあったんだけど、まあ、十分。重さ的には。これも、一応、写真を撮って、静止画で載せられれば。しっかり、カメラでも。こんな感じ。いい顔。になった。さあ、こっちはどうでしょう。こっちはね、もう熟度的にかなりいってると思う。1週間以上経つから、収穫後。ちょうどいいぐらいだと。ちょうどいいっつうか、熟させすぎてるかもしれない。せーの、オープン。よし、ちょうど食べ頃。透明にもなってないし。おお、ちょうど食べ頃じゃないか。切った感じもね、ジュルッと入った。あれが、包丁が。さあ、どこらを取ろう。どうかな。ここいらがいいか。ここらの肉を。ペッペッと。えい、森田のメロンいくつでしょう。せーの、ドン。お、なんと同じ。16.9 同士。ただ、うちのメロンの方が、数字的に出てこないから、同じ甘さだとしても。ほら、ね、こっちしっかりしてる。
こっちほら、ちょっと少し透明がもう入ってきてるから、もう今が一番多分食べ頃だと思う。でも、うちのメロンも意外と55日でもいで、1週間持つ。1週間でこんぐらいの食べ頃だから、すごくよく持つな。っていうのもそうか。寒い中、ここで温度低いからさ、だいたい夜とかさ、冷蔵庫に入ってるようなもんだからさ、進みが悪いってことかもしれない。この時期だし。ちょっと滑らかだよ、ほら。トローンと来てるからさ。ここいらなんかほら。ジュルっと。いただきます。うめっ。トロン、本当にトロンとくる。すごい。これも、もう5日ぐらい待つと、これぐらいまでいくのかな。果肉的にはね、本当にしっかりしてね、どっちかっつったら、6日で今日11日だから、5日ぐらいだったら、まだシャキンシャキンってする。やっぱり10日ぐらい必要なのかもしれない。自分でもこれ、久々にこんだけのいい、だから僕このメロン売った人たちに何日頃食べ頃ですって言った見立ての日付がちょうどこれぐらいでいってっから、多分大成功でいけたと思います。でくしくも同じ 16.9 度だったのでまあ良かったんですけど、まあこっちとこっちで収穫までに10日の差がかかったね。まあでもそういうメロンもあるし、そういう個性もあるので、やっぱりなんつうのかな、僕はブリーダーに聞くことができるけど、説明書的なものとかってのもちゃんとにこのメロンはどういうメロンですって種屋のメロンはくっついてるから、やっぱりそれに素直に従いながら60日ぐらいだっていうあれだったので、ただメロンもしっかりしてるから60日以上慣らしといた、木が生きてれば60日以上慣らしといてもまだ発酵してこない。木がもう弱ってて60日持たないようだったらもう早めにいかないといけないのかな。で収穫時もうちも木が末期になるわけじゃなくて、色抜けがある程度して上の方はまだ緑が少し残ってるような状態で収穫できたので、収穫時期的には間違ってない。こっちもそんな感じだった。やっぱりちょっと早めに木が上がってきたのでそんな感じでやってきました。はい、それではこのね、メロンの試食動画、今日はまあなかなかどっちとも一番の寒さ、越冬メロン一番寒いところから来たのでを栽培してきたメロンにしては大きさといい、なかなかしっかりとできました。はい、それでは皆さんも味わってみてまた感想をいただけたら嬉しいです。次はなんだ、千匹屋の種から作ったメロンの動画もやってるのでそちらも見てください。それではこれで越冬メロン栽培日記終わりたいと思います。これでその千匹屋メロンのやつもやるし、その後に春作に一緒にメロンを作りましょうっていう、いろんな4種類の種を用意して、その春作のマスクメロンを一緒に作りましょうっていう動画と、あと露地メロンの動画、そしてあとはスイカも4月ぐらいから始めていくのでそれも見てみてください。それではこの越冬メロン栽培日記終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。それ